こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録をお願いします。トヨタが2023年6月に発売したアルファードベルファイアですが、発売から7ヶ月ほど経過した現在、ユニバーサルステップの装着率が思ったほど高くないといった想定外の事態が起こっているようです。その理由にはユーザーにとっては大切なある事情が絡んでいました。それはリセールバリューなのですが、どのような背景があるのでしょうか。トヨタアルファードオプションのスペアタイヤは選ぶべき。ユニバーサルステップとは2022年1月にデビューした現行のアボクシーに続いて、現行アルファードベルファイアに設定されている便利装備の一つです。スライドドアが開くのに連動して地上約 220mm の高さで可動式のステップがせり出し、床と地面の段差を少なくし、乗り降りがしやすくなるというもので、年配の人などが乗る時の乗降性向上を目的に設定されました。このステップはスライドドアを閉じると自動的に格納されます。ドアの開閉に連動してせり出したり格納されるステップは他のミニバンにも採用例がありますが、トヨタが用意するユニバーサルステップの魅力は手頃な価格で装着可能な点。アルファードベルファイアでは左右両側でメーカーオプション価格66,000円。これは販売店オプションだった従来品助手席側のみで207,900円。取り付け工賃に対して3分の1ほど助手席側だけで考えれば17ほどと価格を抑えて設定されています。従来品に対して価格を大幅に引き下げることができた理由は作動方法にあり、従来は電動式でしたが、新型は電気仕掛けのないからくり構造としているのがポイントです。ドアとリンクした構造によってドアの開閉の動きがステップのオープンクローズを直接行うことでコストダウンを実現。装着すれば明確に乗り降りが楽になるのですから、この値段ならとても魅力的なアイテムです。リーズナブルで便利なユニバーサルステップですが、トヨタの関係者は想定に対して選ぶ人が少ないと言います。そしてその理由は意外なところにありました。スペアタイヤです。アルファードベルファイアの日本仕様は標準状態でスペアタイヤが備わっておらず、希望すればメーカーオプションとして装着可能14,300円。実はアルファードベルファイアは従来モデルからスペアタイヤの装着率が高いのですが、その一方でスペアタイヤを選ぶと前室の現行モデルで新たに設定されたユニバーサルステップとの同時装着ができません。車両の重量が同時装着できない理由だと言いますが、そんな背景もありユニバーサルステップの装着率が想定よりも低くとどまっているというわけです。スペアタイヤの有無でリセールバリューが変わるって本当？一般的には昨今はオプションで追加料金を払ってまでスペアタイヤを選択する人の割合はそう高くありません。しかしなぜアルファードベルファイアではスペアタイヤが選ばれることが多いのでしょうか。もちろん万が一のパンクに備えるスペアタイヤを装着しないとパンク修理キットで応急処置することになるという人もいますが、それは少数派。多くの人は別のある目的があって選んでいるようです。その目的とはリセールバリューのアップです。アルファードベルファイアでは車両にスペアタイヤが積んであると手放す時の査定価格が高くなるというのです。トヨタアルファードベルファイア残価設定ローンの基準には反映されていませんが、従来型アルファードベルファイアにおける経験則からスペアタイヤがあればリセールバリューが高まるという情報が広まっているというわけ。なぜスペアタイヤがあるとリセールバリューが高まるのかというと、それは海外への中古車輸出の影響です。アルファードベルファイアは海外でも人気で、中古車としても引き合いが多くあります。国や地域によってはスペアタイヤ搭載車が好まれたり、スペアタイヤの搭載が法規で義務付けられている場所もあります。つまりスペアタイヤの装備が輸出時に有利となり、それがリセールバリューに影響することを気にして新車購入時にオプションで装着する人が多いという状況になっているのです。ただしスペアタイヤがあった方がリセールバリューが高まるというのはあくまで従来モデルでの経験則であり、これから先も必ずしもそうとは限りません。もしかするとこれから新型の中古車海外輸出が増えてスペアタイヤよりもステップがあった方が良いというニーズに変化する可能性もゼロではなく、そうなるとリセールバリューはそれに応じて変わることも考えられます。車を財産ではなく生活を豊かにするための道具と考えるのであれば、リセールバリューを気にするのではなく、重宝しそうなオプションを選ぶことが正当なオプション選びと言えるでしょう。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。車を資産と考え頻繁に乗り換える人ならリセールは大事だろうね。そういう人が増えているのは事実でしょう。でも私は車をリセールを気にして購入したことなんてない。乗りたい車に乗る、その方が楽しいカーライフを送れるから。車は人生を楽しくしてくれる相棒と考えてる。車に対する価値観でだいぶ違うと思う。スペアタイヤを選ぶのは緊急の時スペアタイヤ交換の方が簡単だし、
様々なパンクに対応できるからだと思う。私の所有車はワードではありませんが、非付属品であるスペアタイヤを別途購入して後部シートに積んで運転しています。その理由は過去にパンクして往生したからです。最近の乗用車はコストダウンを図るためかスペアタイヤなしの車種が多いですが、いざパンクすると修理キットで済まないケースもあって、そこで初めてスペアタイヤのありがたみを感じます。すでに手遅れですが、私の場合3キロ近く先にカーショップがあることが分かったので、途中で何度も空気を入れながらパンク寸前で走って店舗にたどり着くことができました。本当に市場ニーズがそれなりあるなら、メーカーが企画段階で盛り込むはずだと思います。乾電池仕様と4駆設定が同時に選べないなんてないし、メーカーが本当に必要な装備なら他を変えてでも設定できるようにするはずと思います。リセール考えて乗るのも欲しい機能をつけるのもユーザーなので自由にすればいいと思います。売る時のことを考えて車を選ぶなんてつまらないという人もいるし、すぐに資産価値の落ちる車を選ぶなんて考えられないと思う人もいるだろう。車は趣味だと思える人と、いかにも資金を減らさずに車を乗り換えるかを考える人、考え方はそれぞれでお互いが否定していがみ合う必要なんてないと思いますけどね。アルファードじゃないけど、私はドライブ好きなので応急タイヤを買って積んでますね。深夜早朝に携帯の電波も届かないようなところをドライブすることもあるので、それに免許取ってから28年。その間にタイヤパンクは何度も経験したし、そのうち1回は実際に自分で応急タイヤに交換してしのいだこともありました。マー自走不可能なレベルで空気抜けちゃうのはめったにないし、昼間に町中しか走らないのなら JAF 呼べばいいんで、いらないって人がいるのもわかる。自分はベルファイア買った時に、床下のスペースの有効利用を考えてスペアタイヤをつけなかった。でも、結局入れるものもそんなになく、後からスペアタイヤをつけようかと思ったら、新車オプション時の価格より随分高い値段。パンク修理キット不要になるから、新車時はスペア追加が安いで、タイヤを固定する金具も後付けできないからやめました。今から買う人はとりあえずつけといた方がいいですよ。タイヤのサイドに穴開いたらレッカー車呼ぶしかないので、ないよりやった方がいいと思う。ただの安心感だけですが、30の頃より床面が少し高い気がします。うちは小さな子供たちがいるので、迷わずステップにしました。ただ、大人は2列目の足元の荷物取りや、子供たちをエスコートすると、常を強打します。スペアタイヤを必要とした経験がないためスルーしましたが、そんな思惑があるなんて驚きです。勉強になりました。ミニバン。ハイブリッドだからの問題でバッテリーの積載スペースとシートアレンジの問題が大きいのでは。まあ、メーカーからしたらパンク。ワーストしたらそのまま少し走ってホイール割ってディーラーって全交換ってのが儲かってしょうがないからもあるだろうし、燃費悪い。乗り心地悪いけどランフラットもあるしね。内減りしてパンクなら反対側も減ってるだろうから片側スペアつけてタイヤや行くまでにパンクする可能性も多いしな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。